はい、どうもです。今回はですね、こちら、じゃのめなまこっていう食材ですね。なんでこんなにテンションが上がってるかと言いますと、なんとですね、3年ぶり、なまこ復活でございます。長かったね。私ですね、ナマコをさばいた動画でですね、当時ツイッターだったんですけど、十数万いいねが来まして、ぐっと有名になりまして、僕の会社もですね、ナマコの毒の名前、サポニンっていう名前、株式会社サポニンでね、やってるぐらい、ナマコで有名になったような人間なんですけども、で、黒ナマコっていう種類が、乾燥ナマコとしてめちゃくちゃ価値があるんですけど、で、そのナマコがね、あまりにも密漁されすぎて、もうナマコなんてね、日本にね、150種類がいるんだよ。で、その中の数種類だけ、とてつもなく密漁されてるのに、ナマコ全部取ったらダメですよっていうね、法が改正されまして、ずっとナマコが取れなかったんですけど、ナマコの漁業権取れましたということでですね、誰も密漁もしない、誰も食べない、毒があるナマコ、ついに復活ということでですね、このナマコがね、どれだけヤバいかをまだ知らない人がね、たくさんいると思うんで、ネタバレになるんでね、後にしましょう。皆さんわかりますから楽しみにね動画を見ましょう。こちらのナマコなんですけども、何が面白いのかって言いますと、まず味なんですよ。ナマコってね、海の中で動かないのにどうやって天敵から身を守ってるのかと言いますと、ナマコからサポニンっていう毒の成分が出るんですけども、その毒の成分が魚のエラに働きまして、言ったら呼吸できなくさせるんですね。で、赤血球に働くんですけども、海の生物の毒の味って基本的に無味なんですけど、こちら味があるんですね。どんな味かと言いますと、山椒に近いようなピリピリとしたまさに毒っていうような味で、美味しいか美味しくないかって言われると想像に任せるんですけど、世の中美味しいか美味しくないかだけで皆さん判断しないですか？お金さえ払えば美味しい料理が食べれるこの世の中で命を危機にさらす必要なんてないんですけど、これがまた刺激的で面白いんですよ。ということで今日は皆さん味を求めるんじゃない、刺激を求めるんだということで、早速この気持ち悪い生物を観察していきましょう。はい、こちらがじゃのめナマコですね。こっちの穴、水が出てますね。勢いよく水が噴出されてますね。ナマコはですね、頭とケツの向きがあるんですよ。両方ともね、一緒に見えるんですけど、こっち側がケツですね。で、こっち側、ここにですね、口がありまして、ここからですね、砂を食べて、で、砂の中にある有機物をこうやって分解していって、エネルギーを吸収して、ケツから出すという、そういう生物なんですけども。で、ナマコってあんま動かないイメージがあると思うんですけど、じゃのめナマコは結構動く方のナマコですね。ほら、これちょっと動いてるのわかるかな？じゃの目、蛇の目って書くんですけども、蛇の目に似てるかどうかは皆さんの判断にお任せします。で、触った感触としましては、結構硬くて、ナタデココみたいな感触ですね。ナマコはですね、キャッチ結合組織っていうのを持ってまして、ひどく触るともっと硬くなって、優しく触るとね、柔らかくなるっていうね、面白い組織を持っています。で、これね、水から取り出すと一気にちっちゃくなるんで、この水の中で裏っ側見ましょう。これがね、じゃのめナマコの裏っ側ですね。集合体恐怖症の人にとってはちょっと苦手なんじゃないかな。壁に張り付いてる足、観測っていう足なんですけども、この触手みたいな足が無数にあって、岩にへばりつきながら歩いています。これ極秘動物の特徴ですね。仲間で言うと、ウニとかヒトデがね、仲間なんですけど、みんなね、この観測っていう細かい足がね、裏っ側に無数に生えています。こう言ってね、柔らかくなって形を変えたりしながら、岩の隙間とかに入り込むんですね。こっち硬い。で、こっち柔らかいっていう。このナマコ、結構魚にとっては毒性が強くて、同じバケツに入れたりすると、すぐ魚死にます。伊勢エビだったり魚とか、とにかくエラがある生物は一緒に入れたらもうすぐ死にます。魚にとってはね、こいつ恐ろしい毒なんですけど、我々人間はね、エラがないんで、そこまできつい毒ではない。粘膜とかに生の状態で接触すると、ちょっとピリピリしたりとか、消化不良を起こしたりするぐらいです。というわけで、取り出していきましょうか。皆さん馴染みのない食べ物をさばいてると、昔の人はよく調理方法とかを編み出してくれたなみたいなことを言うんですけども、それは皆さん飢えたことがないだけですね。サバイバルとかやるともう全部食材にしか見えなくなるんで、僕が正常で皆さんが異常です。じゃあ行きましょう。うわぁ、観測がビリビリ張り付いてる。うわ、硬くなった。やばい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 、めっちゃ海水がナマコなんてね、この中身に海水がいっぱい詰まってるだけなんで、あんまり刺激するとねちっちゃくなっちゃうんですよ。5分の1ぐらいまでちっちゃくなるんで、あまり刺激をしないように観察をしていきましょう。うわー、出してる。
とりあえず刺激するとね、こいつ水出してくるんですよ。ほらほらほら。ほら、出せ。広告剥がれそう。で、結構ね、プルプルなんですよ。やばい、出しそう出しそう。出そう出そう。ほら。ケツの筋肉が動いてる。出そう。出さない。出しそうだけどこいつ元気なくなってない？いや、ケツの筋肉めちゃめちゃ動いてるけどな。でこれ結構ね、サイズでかくてですね、この僕の手のひらと比べてもですね、かなり大きいんですよ。40センチぐらい。万全に長い状態だと60センチぐらいになりますね。こいつ触るとピリつくんですけど、手にね、怪我が多くて、今、手がピリついています。体内でナマコの成分を摂取してるってことですね。こいつ、まず、刺激すると、第1段階、水を出してくるということなんですけども、第2段階いきましょうか。激しく刺激をしていきましょう。そうすると、水だけではなく、もっとやばいものが出てきます。なんか芋虫にしか見えないな。圧をかけてやりましょう。あれ出ないな。もういいや。生かしてたんですけど、もしかしたらもう吐き出してる可能性ありますね。こいつ緊張してるかもな。緊張してもしなくてもお前今から食われるんやぞ。残酷なセリフですね。自分で言っててちょっと今引いたもん。こいつ頑固なんで、こっちも本気出してやりましょう。さっきキャッチ結合組織って言って、一瞬で触ると硬くなるって言ったんですけど、逆に長く押すと柔らかくなるんですね。長く押し続けるとどうなるのかと言いますと、この組織、水になります。液体になるんですよ。1分ぐらい押し続けます。そうするとここに穴が開きます。こいつは長時間放置してると穴はね開いても元に戻るんですよ。でナマコの中にはですね、四角ナマコっていう種類がいるんですけど、四角ナマコはですねかなり分裂しやすいナマコで、ちょっと触っただけでも穴が開くんですけど、そのまま分裂して2体になるんですね。ナマコは種類によってはね無性生殖できるっていう面白い生態を持っています。ジャノメナマコはねどうなんだろう。分裂できるっていう文献は見たことないですね。ほら、かなり柔らかくなってます。ほら見てください。だんだん溶けてきてますね。これ人間の体温で溶けてるとかではなく、このナマコの性質なんですよ。ほら、液体に近いぐらい溶けてきてるんですね。全身同じ細胞でできてますから、表皮だけじゃなくって筋肉全部貫くんですよ。結局皮だけなんじゃないのって皆さん思ったかもしれないですけど、ほら反対側の管足もちゃんと溶けてきてますからね。ナマコが全ての種類がこれが溶けるってわけではないです。ジャノメナマコは溶けるっていう感じですね。うわ、指めり込まれた。あれ内臓貫通するはずなんだけどな。まあ、いや、貫通するまで待とう。ナマコ脳がないですからね、痛みも感じないですし感情もないんで、刺激に対して反射するだけですから個体差がそこまであるとは思えないんですけど、もしかしたら頑固なやつもいるのかもしれないですね。ちなみにこっちが口です。口にはですね触手がありますね。てかこんな触手あるんだったら、もしかしたら水中のプランクトンとかも食べてるかもしれないな。開いた。うわ出てきた。こっから出てくるんや。やばい、出てきた。うわ出てきたよみんな。皆さん出てきました。ほら内臓が貫通するでしょ。やばい。こっから第3段階いきます。出てきた。内臓が、これ腸です。第1段階としてキュビエ器官っていうこの白い内臓を出して魚を追い払うんですけども、第2段階キュビエ器官で追い払えなかった場合ですね、この内臓を出しまして、内臓に魚が群がってる間にこのナマコが逃げ出すっていう、もう意味のわからない、内臓を捨てて外側だけを生かすっていうやばい戦法に出てくるんですよ、このナマコは。皆さんご飯食べてる手が今止まってるかもしれません。これがですね、俺が堅くなにこの白い内臓に触らない理由、後で話しましょう。これ第3段階から第4段階がありますから、皆さん楽しみに待っててください。ちなみにこれ内臓を出した後復活します。これがキュビエ器官ですね。黒い服だと分かりやすいですね、キュビエ器官が。なんでこの腸が止まってるかと言いますと、ここから出してしまったからですね。一旦戻してあげましょう。本当はケツから出すんですよ、こいつ。ケツからも出てこっちからも出てるんで、おそらく引っかかってるんですよ、筋肉が。内臓を戻してあげましょう。ほら戻っていきましたね。はい、戻った。そうすると内臓が多分出てくるはず。砂を食べてますよね。砂から栄養を摂取しています。うわ、やばいでしょ。やばいって。やばいっすね。
うわー、生コシュウがする。生コシュウじゃねえな、人手の匂いがする。はい、もう一旦いいでしょうという感じでですね、このナマコはですね、外敵に押されるとですね、このキュビエ器官っていう白い物質を出しまして、さらに内臓もね出してくるんですよ。これね、精液とかではないですからね、こういう器官です。でこれね、やばいのがひっつきます。でこれひっついたところを取ろうとすると、またこっちにもひっついてちぎれて、なんかもう取れなくなるんですよ。でこれで魚がね弱っていくんですよ。そうめんみたいですね。これそうめんみたいだと思うじゃないですか。食べてみましょうか。キュビエ器官って食べても大丈夫なんでしたっけ？うん、多分。海洋大誰か研究してほしい。キュビエ器官食べるかどうか。これね、まずいと思ってたら普通にナマコの味、塩味です。やばい、歯にひっついて飲み込めない。まあいいや、飲み込めないのはまあ別にいいや。口の中に泳がせておきましょう。でこの個体はおそらくメスですね。卵巣っぽいものがありますね。これ何なのかわかんないんですけど、おそらく卵巣ですね。ナマコはですね、雌雄異体の個体が多くてですね、雌雄異体って何かっていうと、オスとメス、うわやばい、口がしびれてきた。食べちゃいけないものだったかもしれない。痛いんだけど、ベロがひっついて痛い。まあいいや、口が痛くてもいいでしょう。卵巣があるんで、おそらくね、雌雄異体の個体だと思いますね。これなんだろうな。めっちゃ痛いな。めっちゃ口の中気持ち悪い。まあいいや。ね、普通のマナマコだと卵巣だけ取り出して乾燥させて、この子っていうね、珍味にしたりだとか、で、この腸もですね、この腸の砂を取り出して乾燥させて、この綿っていうね、やばい料理にしたりするんですけど、まあ、ジャナメナマコはね、あんまりいないんですよ。10回潜って1回見かけるぐらいなんで、ほとんどそんな数がいる個体じゃないんで、この綿とかこの子をいっぱい作って乾燥させるっていうほど数が取れないですね。口の中にひっついてるキュビエ器官取りたいんだけど、手が死んでて取れない。口の中手突っ込んだらさ、口の中このキュビエ器官がまたつくでしょ。口の中についたキュビエ器官取ろうとしたら、また手にキュビエ器官がくっつくんでしょ。やばい、めっちゃ痺れるんだけど、気持ち悪い。あ、これキュビエ器官食べちゃダメだわ。喉痛くなってきた。この少量でこんだけ喉痛くなってやばくない？これちょっと本当に手で触るとやばいんで、もうゴム手袋つけて取っていきましょう。てかナマコなんでひっつかないんだろう。ほら、ナマコにはひっつかないんですよ。こんなにやばいのに。指開かなくなった。さて一旦内臓をきれいにしたんですけども、とりあえずキュビエ器官は食べない方がいいってことが分かりました。今すごく体調が気持ち悪くなってきます。まあそれは置いときまして、さっき穴が開いたここなんですけども、もうねこうやって復活しだしてるっていうか、穴塞いで細胞同士がくっつくんで、すぐ修復して逃げていくという寸法ですね。本当に捨て身の技ですよね。ではこいつをさばいていきましょう。でナマコのさばき方なんですけども、ここにね口があるんですけど、口のここの部分にですね石灰でできた骨があるんですけど、そこ以外は基本的にはナマコは食べれます。包丁入れていきましょう。いや今のはやばいですね。ほらここに骨でできたものとこの触手があるのがナマコの特徴ですね。でこれ断面見てほしいんですけど、このナマコ薄くないんですよ。極厚な身をしてるのに、これに多少の刺激したところで他の生物だったら穴が開かないのに、こいつは穴が開くんですよ。サメと同じぐらい皮膚厚いですからね。出た、いたぞ、第4段階って言いたかったやつ。ここに異生物が入っています。こいつ消化されてるわけではありません。助け出してあげましょう。ナマコはね、魚のようなこういうでかい魚を食べるほどの肉食性ではないんで、こいつはですね食べられたわけではありません。はい、出てきました。皆さん見たことありますか？こちら。やばいやばいやばい、出た出た。こちらですね、ジャノメナマコの腸に寄生するナマコカクレウオという生物です。ナマコカクレウオはですね、ナマコの肛門から勝手に侵入してナマコの腸内の有機物を食べるという変な生き物ですね。でジャノメナマコは記録されている中では1匹のジャノメナマコに十数匹のナマコカクレウオが住んでたという記載すらあります。まあこいつも美味しい食材なんで一旦生かしておきましょう。すごいよねこれ、スケルトンで背骨から血管の構造まで全て見えますね。日光がなければ生き物透明になる説ありますね。洞窟の中に住んでる生物とか透明なスケルトンの生き物とかいますからね。ちょっとね皆さんね、ここまで動画見てもう情報量過多になってると思うんですけど、このナマコまだ死んでないです。動きますからね。ほらまだ全然死んでないんですよね。そしてですね、この体壁に今くっついてるこのひだみたいなのがあるんですけど、これもねナマコの特徴で、だいたいねどのナマコも5の倍数であるんですよ。このナマコは5本ありますね。このひだが、このひだもね美味しいんで調理をしていきます。さてこっからの作業は今までの発言が矛盾するんですけども、毒を取ります。
このナマコですね、調子乗って結構大量に食べたことがあるんですけども、腹を壊します。そして味覚で感知できるほどの旨味成分っていうものは含まれておりません。ただ喉がしびれて口が痛くなる、腹壊すっていう、そして硬い。ナマコってね、骨片っていうものが炭酸カルシウムの石灰のつぶつぶみたいなのがね、まき散らされてるんですけど、このナマコはね、特にね、この骨片が大きくて口の中もねジャリジャリするんですよ。めちゃめちゃ面白い味なんですよね。ただ旨味がないんで、今日はこれを取り除いて、僕もね3年間いろんな料理をして修行してきたわけで、今日はこいつを美味しく調理してやりましょうということで、7回茹でましょう。着火。はい、セット。さて入れましょう。気分期間がどんどん落ちていってる。熱い熱い熱い。これで完全に死にましたね。ナマコも茶色い液体が流れ出てますね。これは何の色なのでしょう。こういうマイナーな海洋生物って研究が進んでないんですよ。この茶色い色素の成分は何なのかとか、このサポニンって結局総称なんですけど、構造子がどうなのかとか、あんまりね解き明かされてないんですね。誰か研究費を払ってください。うわー、出た。ナマコのサポニンのこの一発目、泡がすごいんですよ。石鹸と似た成分で海面活性剤の作用があって泡立つんですよ。これアクじゃないです。やばい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 、魔女の料理みたいになってきた。はい、じゃあまず一発目茹で上がりました。この汁に最高の刺激的な味が溶け出してるんで捨てていきます。茶色い。最悪な匂いがしますね。このサポニンの特徴なんですけど、匂いがありまして、海水の生臭さと生き物が死んだ死骸の匂いを混ぜたような匂いがします。非常に興味深いですよね。というわけで2回目以降はこのでかい鍋で茹でていきましょう。よいしょ。そしたら10分から20分ぐらい茹でていきます。やばい、洗濯機の中みたいになってる。もうシャボン玉みたいですよ。すげえなこいつ。泡が出なくなったらそれなりに毒が希釈されてるっていう指標でもあります。ジャノメナマコはね、漁業権で規制されてる上に商用利用の価値がないんで、まず港に上がることもないし、日本の市場に出回ることもないんですけども、もし皆さんジャノメナマコを購入する機会がありましたら参考にしてみてください。海域的には台湾とかにもいるはずだからね。さて2回目15分茹で終わりました。見てみましょう。だいぶ色はさっきよりも薄くなりましたけども、まだ熱い。この湯気が臭いからといって、毒があるからといって食べるのを諦めてしまったらそこで試合終了ですから、食べるのは諦めない。いや、美味しく食べるのは諦めない。マジでどうやってるか分かんないんですけど、中国では値段がついてます。日本語で検索しても英語で検索してもジャノメナマコがどういう効能があるのか、どうやって食べられてるのか全く出てきません。さてここから毒を取り出しやすいように3回目からは切って茹でていきます。はい、相変わらずグロテスクな見た目ですけども、これ、ね、生のままやると柔らかくなる性質があってちぎれたりするんで、一旦ね茹でました。この管がですね、ジャノメナマコでは一番美味しいです。ジャノメナマコではね、ここはねあんまりサポニンが含まれてないんで、毒とかを感じずに味わうことができます。ジャノメナマコ初心者の方はぜひここを中心的に食べていただけたらなと思います。ここがですね、まず一旦食材として取り出せました。でここですね、口と触手、ここだけ食べれないんですよ。さっき内臓も食べれない部位があったんですけども、これ取り出していきます。このね内臓表面が若干薄皮があるんで、この内臓表面の薄皮を取っていきます。食材調達完了。ここまでで内臓の表面剥がすと結構食材っぽく見えてこないですか。ほら、普通によりだったらイカなのかなって感じなんですけど、裏側見るとね結構ねジャノメね縮んでねすごい見た目になってくるんですよ。こっからはですね、表面積を増やした方がサポニンを取り出しやすくなるんで、表面積を増やしていきます。つまり細かく切っていきます。この包丁めっちゃ研いでるんですけど、一発じゃ通んないですね。2発ですね。細かく一口サイズに切っていきます。で完全に毒抜きと味付けする前にこの素材の味を食べてみましょう。もうまずい界の普通ぐらいですね。ちょっとせっかくなんで検体 2人目いただきます。でも食感とかは蒸しアワビみたいな。そうなんですよね、食感だけを取り出したいっていう。
サポニンっていうこの臭みの成分だったりとかまずさの成分が結局水溶性なんで、理論上茹でまくれば味は抜けるんですよ。で今日は理論を実践に落とし込む。理論と実践の間にはですね、壮絶な隔たりがありますから、みんな口だけでね言うのは簡単ですけど、実践して結果を出すっていうのがどれだけ大変なことか。今日はこの蛇の目ナマコを美味しくするという。これなんかナマコって言われたらナマコですけど、アワビって言われたらアワビっぽく見えるもんな。こっち見たらダメだ。こう見るとアワビっぽく見えるもん。食べ慣れてない食材って結局傾向があって、まずいか希少かなんですよね。蛇の目ナマコは本当に数が少ないんですよ。だからこいつはまずいじゃなくて希少なんだと思ってます。はい、3回目で、今日は実験として白ワインを使って匂いを取っていきましょう。もしかしたら匂いが取れるかもしれない。今日洋食にしますから。はい、3回目切ったから一気に泡出てきた。やばい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 。はい、3回戦終了です。これはね、白ワインの色とかもありますから。危ねえ、食材無駄にするとこだった。今白ワインと混ぜたら匂いがなんかマシになりましたね。これやってしまったかもしれない。キュビエ期間もしかしたら発汗作用がある可能性がありますね。かつてないぐらい冷や汗をかいてます。この部屋涼しいんですよ。エアコンが2台あるんで。であっちにもエアコンがあるんですよ。こんだけ火焚いても割と涼しいんですよ、ここの部屋。冷や汗が止まらん。7回目茹で終わりまして、見てください。泡が立たなくなりました。毒がある程度抜けたということでしょう。はい、それでは7回目終わりましたんで取り出していきます。ここまで来るともう本当に食材ですよね。ということで蛇の目ナマコ下処理が完了です。さて今回もう一つ食材があります。皆さん忘れてるんじゃないでしょうか。こいつだ、隠れ魚ですね。今回隠れ魚も処理していきます。頭を取って内臓を取っていきます。でもこの隠れ魚なんで魚なのに効かないんだろうね。ナマコの毒、エラがあれば効くはずなんだけどな、理論上は。こいつも理論を実践に落とし込んでるって話ですね。何かしらの。誰か調べてみてください。ということで下処理完了です。終わり。はい、それでは食材の下処理全て完了しました。ナマコの筋肉と内臓壁、そしてナマコ隠れ魚、こちら3種類を使いましてアクアパッツァを作っていきましょう。でもうみんなこっからアクアパッツァを作るシーンを見たくないと思うということで、はい、用意しております。アクアパッツァの汁です。これの動画をより楽しみたい方はですね、赤もんがにでね出汁を取ってるんでセットで見ていただけたらなと思います。はい、というわけでまずはニンニクを剥いていきましょう。でニンニクを割る。 OK。 はい、そしたらオリーブオイルで、ここに砕いたニンニク。ニンニクに若干焦げ目がつくまで待っていきます。焦げ目がついたらナマコを入れていくんですけど、これ7回茹でたら正直アワビとかサザエと同じような磯の香りだけですね。サポニンの香りは消えてますね。焦げてきたらナマコを入れましょう。はい、壁、隠れ魚。イタリアには絶対生息してないであろう生物がイタリア料理と混ぜ合わさってますが、どんな味になるんでしょうか。正直俺もね、この油と蛇の目ナマコ合わせたことがないんで、これ未知の味ですね。ナマコ水分量が多くて全然焦げない。面白いな。さて色が変わってきたんで、ここにさっきのアクアパッツァのスープを入れましょう。アクアパッツァ自体ね、相当味濃いめに作って煮詰めてるんで、ナマコ自体に味がないんで、ナマコがこのスープを吸い込んでくれれば美味しくなるはずで、味をしっかり入れていくために2分ぐらいこのまま置いていきましょう。さて2分が完了しました。もう匂いはね、もうアクアパッツァに負けてる。はい、というわけで完成しました蛇の目ナマコのアクアパッツァですね。イタリアの人よだれすすってるんじゃない？絶対これもう美味しいでしょ。
じゃあいただきます。ナマコね。うわー、なんかもうね、この調理に3時間ぐらいかけてるんで美味しそうに見えてきた。こいつに尽くしすぎてしまった。いただきます。皆さん、これついに俺蛇の目ナマコに勝利しました。決して美味しくはないけどまずくもないっていうぐらいの仕上がりになった。もう食感はほんとサザエとかアワビみたいな感じで、食材としての味はないんで、本当に食感を楽しむだけの食べ物って感じですね。匂いもね、もう気にならん。なんならアワビの方が臭いんじゃないかっていうぐらいの仕上がりになってますね。ではこの太平記もいきましょう。結構水持ってきてもらっていいですか？水持ってきてもらっていいですか？やばいやばいやばい。これやばっ。これ対比ができて面白いね。この筋肉の部分は7回茹でてるじゃないですか。内臓壁の部分は2回しか茹でて、口なんかまずすぎて喋れんくなってきたな。まあ2回しか茹でてないと。油断した。これ経験ないんですけど、間違えて口の中石鹸入れたみたいな味がします。お、なにこれ。酸食べてるみたい。酸ですよ。あ、そうだ。胃酸が逆流してきた時にアルコールとゲロが混ざったような味。あー、確かに。喉めっちゃ痛い。食べ物じゃないじゃん。ここまでは痛覚があるんで、なんか待って、胃が痛くなってきた。やばい、胃に広がってきたぞ。うわ、やばい。これ飲み込んじゃいけなかったやつかも。まあそれは置いといて隠れをいきましょう。はい、隠れを。こいつはね、魚なんで普通にいけるはずです。骨が硬いですけど普通に美味しいですね。ちょっと待てよ、これまずいな。まずいっていうよりは痛い。いつも覚悟して食ってるからうっとはならないけど、体全身を拒否したね。これやばいわ。うわー、なんか胃が痛いな。やっぱ全身7回茹でた方がいいね。これ1回も茹でずにやってたらどうなってたやばいぞこれ。これはやばいな。負けた。悔しい。はい、ということでごちそうさまでした。3年ぶりにナマコを取るようになって喜んでる俺からスタートして、3時間後エンディングでここまでテンション下がってる。オープニングとエンディングのテンションの差が激しいかもしれないんですけど、やっぱ茹でて毒抜きして食べないとダメな食材だということが、分かりました。これね、茹でないで食べるとやばいね。今まで口が痛いとかまずいとか、この口で感じる美味しい美味しくないを今までこの動画で伝えてきましたけど、胃で感じてますね。そりゃそうやん。だって素手で触って手がヒリヒリする生物を胃に入れてるんやから胃もヒリヒリするわな。俺がおかしかったね。ということで本日は皆さんにいい刺激を与えられたんじゃないでしょうか。刺激を求めすぎたら痛い目に遭うぞという、そういう動画になったんじゃないでしょうかね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。